基本的に窓口は外務省になったと思います。しかし外務省もですね、原子力の専門家そのものを要している役所ではありません。ですから多分その話を聞くとすれば、原子力安全保安院とか原子力安全委員会とか、場合によっては東電本来とか、あるいは別のですね、政府関係の原子力の機関であると、今整理をして考えればそうなります。でそういうことを含めて先ほど申し上げましたように、いろいろなところで、そういう申し出があって、それが必ずしもですね、うまくこの回線がつながらないというかですね、うまくコミュニケーションが進まないという雰囲気はある段階で私も感じておりました。で15日に統合対策本部ができて、そういった関係者もすべて統合対策本部の方に物理的にも来てもらって、そこで受け止めてほしいということを私の方から事務局長になった枝野細野補佐官に言いまして、それ以降は、細野補佐官一人ではないと思います。いろいろなスタッフがいたと思いますが、そこでそうした協力要請も受け止めて、いろいろな知見を対策に生かしたと、このように理解しています。はい、ただですね、統合本部ができたときには、それこそ東電の本社に総理が行かれてですね、それで統合本部ができるわけですけども、その時あそこにおられて、その4号機の爆発とか、あるいは2号機の音であるとか、そういったようなものがもう起こってしまいましたので、ある意味では深刻な事態というのはその前の段階にやっぱり起こっていたんじゃないかなというふうに思うんです。で、私自身例えば自分のうちの非常に変な例で恐縮ですけども、家電が壊れた時にそれやっぱり誰に相談するかというと、それは家電量販店ではなくて家電メーカーではないかというふうに思うんですが、先ほど総理ご発言ありましたように、炉を作ったそのエンジニアの方々の知見というのはアメリカにあったんではないかというふうに思うんですけども、それをもっと早い段階で知見を導入するっていうお考えにはならなかったのでしょうか。私、それと多少関連しますが、東芝と日立の確か社長にそれぞれ官邸にお移動いただきました。で一つの目的は、そういう原発を作っているメーカーにも、すでに東電との深い付き合いのある企業ですから、政府としてもいろんな意味の協力をしてくれと専門家を持っているところですから、そのことを言いました。またその場でも早い段階でしたので、水素爆発等についてのですね、いろいろな示唆を述べていただいた方もありました。で一般的に今野村委員が言われていることは、そうできればその通りだと思います。しかしそれが例えば東電がですね、そういうメーカーとの間で常に何かそういうですね、保守契約とでもしてる、あるいはやってるとかですね、何かあったのかどうか私は知りませんが、やはりそういうあらかじめの何らかのことが準備されていない中で、おっしゃることは分かりますし、そのことができればよかったと思いますけれども、多少の時間がかかったのかなと、それを不十分だと言われればそうかもしれません。しかし15日からはですね、少なくとも大きく改善されたと、このように認識しています。だからこそアメリカは総理の方にですね、なるべく早い段階で支援を申し入れていたんではないんでしょうか。少なくとも私に
例えばオバマ総理、あるいはその後ルース大使ともお会いしましたが、こういう部分でこういうことをしたいからというような、そういう具体的なお話ということはありません。つまり何でも言ってくれと、何でも協力するからと、そういうお話でした。失礼しました。組織として動いておられたということだと思うんですが、昨日も、明らかにさせていただいているんですけれども、アメリカの方の電話会議の議事録等を拝見しますと、保安院に対しては技術的な支援を、申し出ているわけですけど、保安院の方から必要がないという返事があったということで、どうしてなんだろうという、そういう議事録が、アメリカの方ではもう公開されているわけです。ということは、その早い段階、15日以降のことを総理おっしゃられますけれども、その前の段階で、もう少し組織的な対応をしていれば、技術的な知見を取り入れるということもできたのではないかというふうに思うんですが、さらには先ほどちょっとお名前が挙げさせていただきました原子力委員会の方の委員長であります近藤委員長のところには、個人的なつながりとして海外からの技術支援やアドバイスといったようなものが来ていて、それを政府につなげるべく、ご自身はそういう助言組織ではないために、外務省であるとか、あるいは担当大臣であるとか、そういうところには連絡をされていたようにもご発言があるわけなんですけども、そういったようなことをうまく吸収できなかったというところに、組織的な何か今後の改善点みたいなものはお感じになりますでしょうか。それはおっしゃる通りだと思います。かつては原子力委員会一本だったものが、原子力委員会と安全委員会に分かれたということも承知しています。また、もともとご承知のように原子力安全保安院もですね、もともとは科学技術庁の原子力安全局が、科学技術庁が文科省に吸収されるときに、移ったというかですね、経産省の一部の部門と合体したものであります。その時に、かつての原研、あるいは同年などが、原子力機構などを作っております。私は今後の原子力規制組織を作る上で、いわゆる推進する立場の人との遮断ということも極めて重要です。と同時に、やはり高いレベルの能力を持った人材を備えた集団でなければならないと思います。今ご指摘のような問題も、そういう高いレベルの人たちがいる集団であればですね、場合によってはそういうアメリカなどの申し出をもっと積極的に受け止めることができたのかもしれませんが、私はその保安院が断った経緯は、昨日の枝野当時の長官との質疑で聞いたのが初めてでありますが、それがもしそうだとしたらですね、大きな反省材料であると考えております。総理、ちょっとありがとうございます。ちょっと時間が押してきましてですね、皆さんも本当にこの機会と思ってますので、30分ほど伸ばさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは続けてください。いいですか、野村委員。はい、すいません。私の方の聞き方が長くなってしまい恐縮でございます。ちょっとこちらをご覧いただければと思うんですけども、3月の11日ですから、これ発災当日なんですが、ちょっと見えなければこちらの方にもございます。同じものです。これはもうよくいろいろなところに掲載されているものですから、ご存知の方も多いと思いますし、総理もこれをご覧になられたと思うんですが、当日22時44分ごろにその官邸の危機管理センターの方に、ごめんなさい、失礼いたしました。官邸の危機管理センターの方に、今後ですね、その炉が万が一このまま大丈夫ですか。このままですね、防護できずに、その事故が進んでいった場合には、予想としてですね、例えばこの22時50分の段階では、炉心が露出しますよと、あるいは24時50分の段階では、燃料の溶解が起こりますというようなものです。で、これすいません、失礼しました。これは
2号機についての話です。でこれは2号機が今後こういうふうになった場合ということの想定という、シミュレーションなんですけども、この種のものは当日総理のお手元には届きましたですよね。確か当日こういうものを見せられた場合はあります。でこれは今言われたように2号機です。で当時非常に、2号機1号機それぞれあったわけですが、その後の展開の中では1号機の方の危機的状況が大きいというふうに、少なくともその時点では焦点が1号機に移ってくるその前の時のこういう見通しの案が出されたと思います。この段階でこのような可能性についてどのように国民に対して説明していこうというふうにお考えになられたんでしょうか。総理のご指示は何か出たんでしょうか。私自身は先ほど来申し上げてますように、いろんな方からあるいはこういうことも含めて今後の展開についていろいろな予測を私なりに聞いてはおりました。しかし現実にといいましょうか、当時原子力安全保安院なり安全委員会なり東電の来てた方の話はこういうプロセスではなくて、例えばある時期にはですね、今の認識とは違いますが当時の認識ですが、水がまだ燃料の上まであると、かなり遅い段階までそういう報告を東電なり保安院が私に対してもしておりました。そういった意味で当時の国民への発信は官房長官にお願いしておりましたけれども、私の認識は多分官房長官も同じだと思いますが、事実として分かっていることを隠すことはしないと。しかしこの事実として分からないことまでですね、どこまでどういう表現をするのか、それは官房長官として判断をされてやっておられて、私はそれで良かったとこう思っています。昨日の官房長官のお話ですと、官房長官はむしろその情報の収集とか整理あるいは判断、こういったようなところにやや問題があって、その情報をきちっと整理して確定させたそのプロセスのところにむしろ問題があり、それを決まったことを対外的に発表されているご自身にはそれは致し方がない面があったんだという、そういう趣旨のご発言があったように思うんです。でそうなりますと、まず前提としてどのような事実を国民に伝えるのか、あるいはどこまでが可能性の高いものでどこは可能性のないものなのかということについてのご判断をされるところがまず第一的に重要だということを昨日おっしゃっておられたんではないかと思うんですが、その責任をお取りになっておられたのは総理でしょうか。ちょっと質問の趣旨は必ずしも正確には分かりませんが、少なくとも炉の状態というコアのファクト、事実というのは、まずは東電、分かるとすれば東電なんです。その東電も電源が落ちてますから、例えば圧力計とか水位計とか後になってみれば、正確でなかった、あるいは全く機能してなかったんです。しかしその時点では多少水位計が動いてましたから、時折その報告が来るんですよ。その報告を見ると燃料棒より上にあるというのが相当の時まで来てます。多分政府の中間報告にはそれ全部出てるはずです。でそういう時にですね、そういう事実の報告があったことは場合によれば言えますけども、いやこの事実は来たけれどもそうではないかもしれないというところまでですね、言うのは
それはなかなか、それが官房長官であるのか誰かであるのかは別として言えないと思います。ですからそういったことをですね、少なくとも炉の状態ということを把握して判断する、その専門家集団とすれば、それは東電自身と原子力安全保安院と原子力安全委員会、他にも能力的にはあるでしょうが、少なくともそういうところが法律で、期待されていたところでありまして、それに沿って、官房長官が国民に対してそれを踏まえて、話をされたと、そう理解しています。例えばですね、こういったような事態が起こるかもしれないということをオープンにするっていうことは全く考えておられなかったということでしょうか。つまり今この時にですね、避難が始まっているわけです。でこの時間から避難翌朝にわたって避難をされる方々が出てきています。でさらにはその翌朝になりますと、その避難の範囲を変えるといったようなこともどんどん起こってまいります。そういったような時に一応国民に対して可能性は非常に低いけども、こういったようなリスクもあり得るので今回避難をしてほしいというようなことを、ある意味では政府の方針としてお示しになるという選択肢もあったんではないかと思うんですが、そのようなことは総理のお考えの中にはなかったんでしょうか。基本的には国民の皆さんにお知らせをするその直接の担当は官房長官にお願いをしておりました。多くの場合官邸はそういう制度になっています。昨日官房長官であった枝野さんは、それも厳しかったんだと。本来は広報官がいてですね、知らせるのは広報官で、それをちゃんと集めてちゃんと誰かに分析させるのが官房長官のやる仕事のであるんだけども、両方は厳しかったというふうに言われてました。私も同様な認識を持っております。私が少なくともその部分までですね、予測とか何々を判断するということはそれはできません。やはり専門家の皆さんにこういうことを出してこられた、あるいはこういうことを見ていただいた専門家の皆さんにどうでしょうかと、その中で決まったのが先ほどもご説明しましたような避難範囲を決めるときには必ず保安院、原子力安全委員会、東電の関係者にも話を聞いて、ほぼその皆さんの提案に沿って決めていったと、これを勘案したということです。避難の範囲をどう決めたかということを伺っているんではなくて、国民に対してどのぐらいのシビアな状況にあるかということを伝えるっていう、ここの部分についての決定はでは官房長官が行うという形になっていたんでしょうか。原則的なことで言えば、事実が事実として確認されていればそれは伝えるというのは、私もそういう方針でしたし、官房長官も同じだったと、そういう意味では共通の方針です。例えばこういう可能性もあると、これは全く例えばですね、炉が制御できなくなった時にはこんなに早いタイミングでこういう事態が起こるということを、一方で情報としてはあるわけですね。でさらには総理は今おっしゃられましたように、それを防護できる、そういう動きも他方であると。でこういうような状況の中で、私ども国民はこのことを何も知らされないまま、その炉が今どうなっているのかということは分からずに、念のための避難ですというような情報だけしかいただけなかったわけなんですが、それは私ども国民にはこういう情報を直に出すことは危険だというふうに考えて対処されたんでしょうか。それともその国民に何を情報として伝えるかということを決めるプロセスがなかったということなんでしょうか。同じ言い方で恐縮ですが、事実として確定していればこれも伝えてます。でこれは事実として確定したのではなくて、ある解析結果です。で現実にこの通りにはなりませんでした。なったかもしれません。いろいろな事例があります。ですから事実として確定したことは伝える、これが私の内閣の原則ですし、
そして枝野長官もそれに沿ってやってくれたと。しかし確定していないものまでですね、いろんな予測が出ますから、私のところにいろんな予測を言ってきた人はたくさんあります。その予測を一つ一つ変わって説明するというのは、これは必ずしもやるべきか、あるいはできるかどうかと言われると、それはそういう予測をした人が自分としてはこういう理由で予測をしたということを言われることまでは止めませんが、代わってこの予測をですね、説明するというのは、それはそこまで、は無理というか、そこまでやるのはやはり、必ずしも適切だとは言えないと思います。野村さんいいですか、ちょっと切って。もう最後で1点だけ。また戻りますから大丈夫ですよ。事実っていうのはこうなるかならないかっていうのが事実ではなくて、これ政府の正式なプロセスの中で出てきた解説の結果でありまして、外部の誰かが専門家がいろいろこう言ってですね、総理のところにお届けになっているような話ではないわけですね。要するに総理のところにこの情報を届けるべくして届けられた情報ということなわけですから、今現時点においてはこの事実が届いたと、この解析結果が届いたということは事実なんだと思うんです。でこのような解析結果が届けられていますと、ですから最悪の場合にはこういう事態になるということを想定しつつ、これを極力起こらないようにするために今こういった対策を取っていますということが伝えられていれば、非難の仕方が随分違ったのではないかという声があるんですが、その点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。こういった問題はぜひですね、本当に皆さん方でよく検証していただきたいと思います。おっしゃることは分からないわけではありません。しかし先ほど来言ってますように、いろんな予測に対してどういう対応をすべきかという、そういう対応案などは当時上がってきておりませんでした。そういう中で、どこまでですね、いろいろな可能性を示されたものをどこまで、どういう形で説明するのか、それが適切なのか、それについてはぜひ皆さんの方でも検証いただきたいと思います。ありがとうございます。私の方は以上にさせていただきますが、今日ご質問させていただきました趣旨は、総理まさにご自身でおっしゃられましたように、今回は減災法が予定していたような災害とは違っていて、対応が非常に難しい、その複合的な災害であった、あるいは原子力事故であったというご発言だったと思います。そこでかなりの工夫をされて、法律にないことを対処されたということだったわけなんですが、そうであればこそ、その総理のところでのその全体像のデザインの描き方というのが、さまざまなところのなんて言うんでしょう、対策に影響してくることでもあったかというふうに思うわけなんですが、そういう点で最後に一言だけお伺いしたいんですけども、今振り返ってみれば、こういうようなところは法制度にきちっと高めておくべきであるとか、あるいは法制度になかったとしても総理の権限でこういったようなことはすべきであるというようなことを、まさに総理としてご経験された参考人の方からぜひ一言ご助言をいただければと思いますが。私は必ずしもこういう問題で総理の権限が弱かったとは思っておりません。減災法の今の法律は場合によっては事業者に対する指示もできるという法律になっておりますので、そのことが弱かったとか弱すぎたということは思っておりません。それよりも本来減災法の下で本部長の下の事務局を務める原子力安全保安院が、大体総理とか大臣というのは原子力の専門家がなるポストでは一般的にはありませんから、そうではない人がなることを前提として、きちっとした状況把握、きちっとした対策案、そういうものを提示できるような組織でなければならないし、それが不十分だったと。ですから今後原子力規制庁なり
あるいは委員会を今後国会で議論いたしますけど、その時にはそういうしっかりとしたこのシビアアクシデントに対しても対応できる能力を持ったそういう組織が必要だと、そのことはおっしゃる通りだと思っています。はい、またあったらちょっとお願いしたいので、確認です、申し訳ありませんが、皆さん気にしているのがその撤退の話だったんですが、先ほどのお話繰り返しますので、間違ってたらおっしゃってください。14日の夕方から夜にかけてのことですが、細野さんが来られまして、それで吉田さんとの電話をそこでつないで、吉田さんと直接話してたのは2回だとおっしゃいましたよね。で、14日の夕方から夜だったと思うんだけれどもというお話でしたが、細野補佐官がちょうど吉田さんと電話をしていて、状況はどうだと、非常に厳しいと、だけど中旬はまだやれるぞというメッセージをそのまま電話を渡されてお話ししたということでしたね。14日の多分夕方から夜の頃だと思うんだけどとおっしゃいました。細野補佐官に確かめた中で、私の記憶は率直に言ってそんなに正確に残っているわけではありませんが、何らかの話をした、という記憶の中で細野補佐官に、当時の補佐官に聞きましたら、2度電話が自分にかかって、1度目は大変厳しいと、その時は水が入らない状況だったと、2号炉に。でその後ガス欠が原因で、入り出したと、その時点で私に代わって、いやまだやれますと、そういう話です。その次の、それから数時間後かどうか分かりませんが、15日の午前3時ごろ、海江田大臣に起こされたという話でしたね。撤退の問題という時だったと思いますが、それでよろしいですよね。それで、撤退はないよねと総理が言われまして、その後で清水社長が来られて、撤退ないよねという話でしたら、はい、分かりますというんで、ほっとしたということでよろしいですよね。でその後ほっとというのは先ほど申し上げましたが、少なくとも、もしいやそうじゃないと言われればですね、私としてはより強くですね、いやそれは大変かもしれないけどと、その後東電で話したようなことをもっと言わなければならなかったかもしれませんが、ある意味で素直にというかすぐにというか言われましたので、ちょっと拍子抜けと言いましょうか、ちょっとほっとしたということです。その前吉田所長から渡された電話で、頑張るということを聞いておられたということが背景にあったと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。一つの背景です。そうですね。それからそのままやはり東電に、統合本部を作ろうということで、行かれたということでしたね。そうです。はい、ありがとうございます。それでは、崎山さん、ちょっとよろしいでしょうか。すみません。委員の崎山です。よろしくお願いいたします。学校の20ミリシーベルト問題のことについてちょっとお伺いしたいんですが、4月の初めにですね、文部科学省から原子力安全委員会の方に小学校等の再開にあたっての安全性について助言依頼があったそうなんです。3回ほどありました。でその時に原子力安全委員会は公衆の被爆限度は1年間に1ミリシーベルトだということをその都度回答していたそうです。で結局それからですね、4月の19日に文科省は結局20ミリシーベルトになったわけですけれども、その間どういうことがあったかご存知でしょうか。詳細なやり取りは私自身全部は知りません。ただいろんな議論があったということはよく聞いております。で最終的には原子力安全委員会を中心にしたお話、あるいは参与で加わっていただいた方も含めたお話の中で、多少意見がいろいろ分かれたようでありますけれども、原子力安全委員会としてですね、確か正式にそういう数字を提示されたと、
このように理解しています。原子力安全委員会の方は20ミリシーベルトということを言っていないそうなんですけれども、その間にですね、副官房長官ですか、福山副長官がその文部科学省とそれから原子力安全委員会の意見のすり合わせをするようにという指示を出されているそうなんですけど、それはご存知でしょうか。事柄一つ一つを知っているわけではありません。ただ多分文部科学省というのは子どもということなのかですね、モニタリングの担当でもありますので、そういう意味なのか、そこは今ポッと聞かれても分かりませんが、そういうそのモニタリングを担当している文科省もこの件では担当部署でありますので、担当部署が複数にまたがる場合は、それぞれの担当部署同士でよく協議をしてくれと、そういう言い方をするのは、官房長官とか副長官はよくそういう調整作業をすることは私も承知しています。これはですね、基本的に学校を再開していいのかどうかということで、これはモニタリングとは全然関係ないテーマでした。で、文科省と安全委員会とのやり取りがあって、安全委員会は常に1マイクロシーベルトという1ミリシーベルトといい、結果的には文科省から20ミリシーベルトが出たということです。だからその間どういう話し合いがあったのかということをご質問しているわけです。先ほど申し上げましたように、相当この件で議論があったという記憶はしております。そういう中で、今のお話だと原子力安全委員会の意見ではないというふうに言われますが、少なくとも私が本部長として物事を決定するときに、原子力安全委員会の助言を常に受けて、私の知る限りそれと異なった例えば避難範囲なんかはやった覚えがありません。ですからこの時はかなり激しい議論で、あるいは長官副長官が直接担当してたかもしれませんが、私の記憶ではそういう専門家の皆さんを含めてですね、少数意見はあったようですけれども、基本的にはこれで行こうということになったと、そういう理解でありまして、一方的に文科省が決めたということとは、ちょっと私は当時の認識ではそういう認識はありません。実際にはですね、文書のやり取りしかありません。で、議論はされていないというふうに我々は理解しています。それは報告ですね。はい、それではいいですか。はい、じゃあ田中さんちょっとお願いします。彼も原子力の方ですからよろしくお願いします。どうも田中と申します。菅首相とは同じ学校でございます。3、4年早く出てまして、幸か不幸かお声がかからないでなぜかこっちに座っております。ちょっと同じ同窓生ということで少し気楽にお答えいただいても構わないんですが、ですね、ちょっとくだらない質問をして申し訳ございません。いろいろしたかったんですけれども時間もありません。それで、まず鳩山総理とそれから菅総理ということで続けてですね2回その理工系の宰相が出てきたということで結構話題になりました。で今回この事故が起きた時にですね、理工学部の首相ということで気負いというかそういうところで相当前へ出過ぎたように私には見えます。で当時ですねどういう私はコンピュー
ターにですねどんな情報があるかっていうのも刻々いろんな記事を全部入れてエクセルファイルを作っておりましたけれども、どうしてこんなに首相の話題が多いんだろうかということを思ったりしておりました。それがいいのか悪いのかで分かりませんけれども、もっと文系の首相の方だとここで私があえて質問するようなこともなかったんだろうというふうに思います。それはどうでもいいんですが、そんなことでですね少しそういう、理工系であるということが何かそういう気負いみたいなことはございませんでしたか？私自身特に理工系だからということでの気負いというものはありません。それよりも今回の特に原発事故についてあまりにもですね、私も厚生大臣とか直前には外務大臣やっておりますので、通常大臣のところにどういう形でいわば下からですね官僚組織から意見が上がってくる、提案が上がってくるというのは知っております。しかし今回の件ではその上がってくるべきことがほとんど全くと言ってほど上がってこなかったと。具体的に言えば原子力安全保安院からですね、予測とかそういう場合はどうしたらいいとか、あるいはどういうことが可能性があるとか、そういう話が上がってきませんでした。他のところからも現場の状況の把握は上がってきませんでした。そのことのですねやっぱり怖さはですね逆に感じました。その怖さを感じたことが私が理系であるからかなかったかが影響したかどうか分かりませんが、これでは手の打ちようがないというそういう怖さは感じました。はい、ありがとうございます。それでもう一つすみません、短くしろと言われているのでそれでもう一ついいですか。その今情報の問題をおっしゃってました。それで私はぜひですね今後検討いただきたい問題としてですね、こういう事故の時のメーカーの問題なんですね。でメーカーっていうのは非常に重要な情報を知ってるし、それから原発一言で言っていろんな癖もあるし、その時のデザイナーのセンスなんかのもあると思います。でいろんな状況が、例えばこの1号機に関して言うとこれは完全に GE のものでございまして、で非常に問題になったアイソレーションコンデンサーというものがあって、この運転をめぐっていろんな問題があります。でその3日間というか最初の3日間ぐらいの間に非常に重要な問題がいっぱいあったわけだけど、この問題をですね答えることができるのはメーカーであった GE である可能性が非常に高いんですね。でそういうですねこれを GE の方に早く聞こうとかっていうそういう助言はなかったんですか？私もその後いろいろ調べてですね、田中さんはご存じないかもしれませんが、短期契約ということで東電が GE から買ってます。短期というのはもちろんご存知でしょうが、つまりは一般の方が車を買うようにお金を出せば車が来ると、キーをぐるっと回せばエンジンがかかって走り出すと。しかし私の理解では普通外国から技術を入れるときは自分の会社の技術者と外国の技術者が一緒になって、工場を作って、そして、試運転も一緒にやって、そしてそれがうまくいった時に初めて納入されると。出来上がりを買うというのはですね、私の父親もかつて、技術屋でサラリーマンでありましたが、そういう話を聞いていても普通考えられないんですね。ですから今おっしゃったことはやはり導入の時からちゃんとしたですね、自分が作れるほどの能力を買った東電が持っていなかったのではないか、あるいはその後40年間の中でもですね、当然そういう能力を私はつけているだろうと思っていたんですけども、今回のいろいろな今言われた IC の問題等々、あるいは2号3号の水の注入等々を見てるとですね、本当に東電はこれらの原子炉についてのですね、構造とか何とかを完全に理解していたのかどうか、それは私にも疑問に感じるところが大変多かったです。
はい、それでそういうですね、これ老朽化原発と絡んでちょっと、ぜひですねご考慮いただきたいんですけども、こういうその原発っていうのはその設計者だとかそれを導入した時の関係者っていうのはもう40年も経つとですねもういらっしゃらない場合が多いんですね。でそういう技術の伝統だとか構造の伝統というものが伝承されていかないという問題があります。ですからこういう問題が起きたときにすぐ太刀打ちできないという問題があるんですね。でそれをそのメーカーも含めてあるいは元の一番デザインのところは資料がございますから、そういうところに話を聞くということは非常に重要な問題だと思います。ですから、反省点の一つみたいなところで少しご検討いただけたらいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。それでは短くよ。短くします。先ほどのその学校の1ミリシーベルトの問題に絡んでですが、原子力を科学を含めてですね、トランスサイエンスという言い方があることはご存知だと思います。トランスサイエンス、すなわち原子力科学であるとか生命科学であるとか技術の最先端だけではなく社会に影響の非常に大きい、また価値観が影響すると、したがって技術だけを知っているだけでは十分でないというタイプのサイエンスのことを言うと思うんですが、そういう観点からしますとですね、先ほどの文科省の対応とかいうのをご覧いただくと、やはり何か技術中心ということが今回の問題の一つではないかと思うんですが、その辺は今後のことをお考えになるときにどういう広がりで組み立ったらいいかというご見解をお聞きしたいと思います。なかなかご質問のこの範囲が私に全部理解できているかどうか分かりませんが、これは最後に申し上げようと思っていることにも関連するんですけれども、原子力という技術について、本当にどう人間が関わっていくことができるのかいけるのかということは、私は私なりにやはり深刻に感じています。これちょっと総理最後に聞いてもいいですかね。はい、そうしましょう。じゃあ大島さん短めに一つお願いします。委員の大島でございます。最後に総理に一言ご発言いただきたいことがあるんですが、それは吉田所長をはじめ現場を支えた作業員に対する一言ということであります。総理もおっしゃいましたけれども、背筋の寒くなるような最悪の事態になり得たと、そういう状況であったわけですけれども、そういう最悪の事態を防いで救ったのは、最終的には東電本部の主導部でも官邸でも、ましてや原子力安全保安全委員会でもなく、まさに現場にあって極限状況の中で文字通り命がけで収集に取り組んだ吉田正夫所長以下、50名とか70名の作業員の人たちの決死の働きであったということは、これは多くの国民が受け止めておりますし、海外でもこれが称賛をされて、ヒーローとか福島50sと言われてたわけですけれども、そういう事態に対して本部長として全体を取し切られた少女からこれらの人に対して一言おっしゃっていただければと思います。この正式の会議でございます。記録でも捉えておりますので、ぜひお願いしたいと思います。すいません、八須賀です。いえ、同じ質問になってしまうんですけれども、今大島先生と同じ質問で申し訳ございません。私も同じく今考えておりました。というのは、私たち12日に避難しまして、15、16と極限の時に同じ避難者の人たちが向こう第一に行ってくるよ、現場を抑えてくるからなっていうふうにして出かけていったんですね、避難所から。その時私たちは避難所の中で頑張ってねって、私たちのために発電所をこれ以上悪い方に行かせないでねって言うと、戦争でもないのにお国のために俺たち頑張ってくるぞ、それこそ家族は涙ながらにそのお父さんを送ったんですね。その時私は時に私たちの命を救ってくれたのは
あそこの現場で必死に働いてくれた人ではないかなと思っております。今大島先生がおっしゃった通り、あの人たちに対して最高責任者であった菅さん、一言あの方たちに言葉をいただきたいと思います。最後に野村さんありますか、一つ。いいですか。今のことにいいですか。はい、私も全く同じように感じています。やはり一番厳しい状況にあることは、東電の現場の皆さんが最もよく理解をされていた、その中で、最後の最後までですね、頑張り抜いてやっていただいた、そのことが、ある段階でこの事故の拡大が止まる、やはり最も大きな力になったと。同時にその後、自衛隊、消防、警察、いろんな関係者もですね、ある意味命を懸けて頑張ってくださったと。そういう皆さんの、国を思うというか国民を思う、そういう気持ちがあって、なんとか事故がさらなる大きな拡大につながらないで、押しとどめることができたと。その皆さんには本当に、もちろん当時の責任者という立場だけではなくて、一人の人間として心からお礼と敬意を表したいと思います。ちょっと野村委員から一つ。総理、それに関連して私がヒアリングした限りでお伝えしたいことがあるので申し上げておきますが、総理は15日の朝に東京電力本店に行かれて、それで多くの方々の証言では叱責をされたということなんですけども、このご様子がその今ご発言された相手の福島原発におられた作業員の方々にも届いていたことは、その時お考えになってご発言をされていたんでしょうか。私がどういう話をしたかというのはかなり表に出ておりますけれども、私の気持ちで申し上げると、叱責というつもりは全くありません。直前に撤退という話があったことは、それを清水社長に撤退はありませんよと言った直後でありますから、まだ皆さんがそのことで意思一致されているかどうか分かりませんでしたので、なんとか一番厳しい状況は皆さんが分かっておられるだろうと。だから本当にこれは命を懸けても頑張ってもらいたいという、そういうことを強くは言いました。それから撤退しても、つまり現場から撤退しても放射能はどんどん広がっていくわけですから、そういう意味で撤退しても逃げきれませんよということを言いました。そういうことは言いましたけれども、その現場にいる皆さんを何か私が叱責するとか、そういう気持ちは全くありません。それからそういう皆さんが聞いておられたということは後になって気がつきました。つまりは私も東電に入るの初めてですから、その本社のそういうところに入ってみると、大きなテレビ会議のスクリーンが各サイトとつながっていて、24時間例えば第2サイトとの状況もが分かるようになってました。ですから後になって私があそこで話したことは、そこにおられた200名余りの皆さんだけではなくて、各サイトで、聞かれた方もあったんだろうと。私はそれを公開するしないという話がありましたけれども、私自身は公開していただいても全く構わないというか、決して私が止めているわけではありません。それを聞いていただければ、私がですね、いろんなことを申し上げましたが、最後には60歳を超えてる会長とか社長とか私などはある意味先頭切っていこうじゃないかということも申し上げたわけでありまして、決して現場の人に対してなんか叱責するというようなそういう気持ちは
全くありませんでしたので、そこだけはぜひご理解をいただきたいと思います。すいません。お気持ちはよくわかるんですけども、一点だけですが、その前にですね、まさに会社のために国のためにということで、自分たちが命を張っておられる方々がまさか現場から逃げることはないということは伝わっているわけですよね。で、電話で確認されているわけです。その枝野官房長官昨日の発言であれば、現場にも連絡をして撤退の意思はないということは確認をされているわけなんですが、そういうような方々が、その総理が来られて現場から自分たち撤退するつもりがないと思っておられる方に、なんで撤退するんだということを怒鳴っておられる姿っていうのは、やはり今まさにそのサイトと命を共にこれをなんとか防いでいこうと思っておられる方々に対する態度として、先ほど人としてというご発言がありましたけれども、何か反省すべき点というのはないんでしょうか。いや、同じことになるんですけども、私は本当に叱責するというような気持ちは、特に現場の皆さんに対してそういう気持ちは全くありません。先ほど来この撤退の経緯についてはいろいろお聞きになりましたけれども、少なくとも私が3時に起こされた時点では、撤退するということを社長が、経産大臣に言ってきたという、そこからスタートしているわけです。ですからその意思は普通に考えれば東電の少なくとも上層部は共有されているというふうに理解するのが普通だと思うんです。で、私は本店に入りましたので、そこには上層部の幹部の人が基本的にはおられたわけです。もちろん今おっしゃったように現場のところにもテレビ電話でつながっていたかもしれませんが、私自身はそのことは後でテレビは分かりましたけど、そこにおられる東電の幹部の皆さんに撤退ということをもし考えておられたとしてもですね、それは考え直して何としても命がけでも頑張ってもらいたいと、そういう気持ちで申し上げたんでありまして、そこはぜひご理解をいただきたいと思います。委員の方からちょっと時間をオーバーして申し訳ありませんが、申し訳ありません。今の叱責されたとされることに関してなんですが、前回の海江田氏が、首相初めて現れた方には違和感がある、誤解されやすい。また前回の海江田氏からは、スポーツマン、上に立つものとして分かりやすく話すべきだというふうにおっしゃられました。今振り返って、上に立つものとしてどうあるべきか、これからの未来に対しての話になると思いますが、何かございますでしょうか。私の言葉が受け止められる方にとってはやや厳しく受け止められたとしたら、そのこと自体は私のその本意ではありませんので、その点についてはもしそういうことがあったとすれば申し訳なく思っております。私の本意はその時を含めていろんな場面がありますけれども、海田さんとももう40年来の古いお付き合いでありますが、やはりこれは政治家でなくてもそうだと思いますが、はっきりものを言わなければいけない時はあるわけです。そういう意味で私が例えば清水社長に撤退はありませんよと言った、あるいは大勢の前で皆さん一番分かっておられるかもしれないけど撤退はしないでくださいと言ったということは、私からすると私の気持ちを率直にお伝えしたいと思っていたわけで、決して叱責でものつもりでもありませんし、何かよく怒鳴ったと言われるんですが、私の夫婦喧嘩よりは小さな声で喋ったつもりでありますけれども、少なくともそういう何か怒ったとか誰かを叱ったというつもりで申し上げたんではなくて、はっきりものを言うために多少声が大きくなったことはあって、それが不快な念を受け止められた方があったとすれば、それは申し訳ないと思います。
ありがとうございました。ちょっと時間をオーバーしましたが、今の本当に菅参考人、今日はいろいろなことに答えていただきまして、いろいろなことがまた分かりまして、ありがとうございました。本当にご苦労様です。あの時は本当に津波、それから地震、それから大津波、さらに原発という3つのことがあったので、本当に大変になった時だと思います。今から後付けで言うのは簡単ですけれども、そういうことはいつ起こるかもしれないわけで、やはり一国あるいは組織のトップというのは、そういう時に何をするのかということが、問われているわけであります。そういうことから言うと、もちろん菅総理もよくご存知のようにいくつかの話が出てまいりました。今一つはテプコに行った時の15日の朝の話ですが、不思議なことに今、菅総理は、あれはもし聞けるもんだったら聞いて構いませんよとおっしゃいましたが、不思議なことに、東電はあそこのところだけが音が出なくなってるんですね。もう極めて不思議だと私どもも思ってますので、これをなんとかしたいと言えば、その時に今、おそらく菅総理の気持ちも伝わると思います。ぜひそれにもご協力いただければと思いますが、そういうことは極めて不可解だなと思っております。もう一つは、こういう意味では、また日本にも一国として世界の情勢が非常に変わってきて、また似たような自然災害かどうかは分かりませんが、非常に危機的な状況が続く可能性もあると思います。その時ぜひ本当にこの大災害、非常に複雑な複合災害の時のトップをされた菅総理からは、現在の野田総理、あるいは将来の日本のリーダーになろうという人たち、あるいは大きな組織のトップに向かって、ぜひどういうことが大事であるかということを2つ3つ、ぜひ、野田総理にもお話になっているでしょうか。こんなことやったらこうしなくちゃいけないよという話もあると思うんですが、ぜひお伝えいただければと思います。私は冒頭もご質問に答えましたように、3月11日までは安全性を確認して原発を活用すると、そういう立場で総理としても活動いたしました。しかしこの原発事故を体験する中で、根本的に考え方を改めました。その中で、かつてソ連首相を務められたゴルバチョフ氏が、その回顧録の中で、チェルノブイリ事故は、我が国体制全体の病根を照らし出したと、こう述べておられます。私は今回の福島原発事故は同じことが言える。我が国の全体のある意味で病根を照らし出したと、このように認識をいたしております。戦前、軍部が政治の実権を掌握していきました。そのプロセスに東電と電磁連を中心とするいわゆる原子力村と呼ばれるものが私には重なって見えてまいりました。つまり東電と電磁連を中心に原子力行政の実権をこの40年間の間に次第に掌握をして、そして批判的な専門家や政治家官僚は村の掟によって村八分にされ、主流から外されてきたんだと思います。そしてそれを見ていた多くの関係者は、自己保身と事なかれ主義に陥ってそれを眺めていた。これは私自身の反省を込めて申し上げております。現在、原子力村は今回の事故に対する深刻な反省もしないままに、原子力行政の実権をさらに握り続けようとしております。こうした戦前の軍部にも似た原子力村の組織的な構造、社会心理的な構造を徹底的に解明して解体することが原子力行政の抜本改革の私は第一歩だと考えております。
原子力規制組織として原子力規制委員会を作るときに、例えばアメリカやヨーロッパの原子力規制の経験者である外国の方を招聘することも、そういう村社会を壊す上で一つの大きな手法ではないかと思っております。またさらに申し上げれば、今後この 3.11 原発事故の教訓を日本人、私たちが全体としてどう受け止めて日本の将来をどう決めていくか、一人一人の日本人が問われていると思います。根本的な問題としては、原発依存を続けるかどうかという判断です。今回の事故で稼働中の原子炉だけでなく、最終処分ができない使用済み燃料の危険性も明らかになりました。今回の原発事故では、最悪の場合、首都圏3000万人の避難が必要となり、国家の機能が崩壊しかねなかった、そういう状況にありました。テロや戦争などを含めて、人間的要素まで含めて考えれば、国家崩壊のリスクに対応できる確実な安全性確保というのは、これは不可能であります。私は今回の事故を体験して、最も安全な原発は、原発に依存しないこと、つまり脱原発の実現だと確信をいたしました。ぜひとも野田総理はもちろんのこと、すべての日本人の皆さんに、あるいは世界の皆さんに、そういう方向での努力を心からお願い申し上げたいと思います。それでちょっと一言ですが、例の東電に行って話をされたときに、その前に吉田所長とお話をされてますよね、頑張りますという話で。その時に、清水さんにしろ、勝松さんにしろ、東電全体に、現場では頑張ると言ってるぞ、知ってるかって聞きましたか、そういうことを確認されましたでしょうか。冒頭、吉田さんとの2回の会話ということで、もう一度が必ずしも正確にどの時点だったか分かりません。ただ、14日の夕方、比較的遅い時間に、先ほど申し上げたように、細野補佐官から取り継がれた電話で、そういう趣旨の話をいたしました。しかし、私自身がですね、そのことを例えば清水社長に呼んだときに言ったという覚えはありません。なぜかといえば、すぐに分かりましたと言われましたので、もし何かですね、いやそんなことを言っても現場がもう持たないんだとかと言われたら、もしかしたら言ってたかもしれませんが、そういうやり取りがないまますぐに分かりましたと言われたので、私からその場で言ったことはないと、そう思います。はい、ただ、そのまま東電に行って、今、さっきこういう大きなところにテレビがずっとあって、見えてるなとおっしゃるときに、吉田所長も見えましたよね。いや、そのスクリーンが6つぐらいありましてですね、9つありますから、もっとありますが、大きな顔で映っておられれば見えますけれども、必ずしも、はい、そのスクリーンの中の人までは、認識をしてません。その時吉田所長、現場の方々は頑張るぞと言ってるよっていうのは、数時間前に聞いておられるわけですから、そうなる、そのことは伝えましたか。その場の私のその時の話の中にはそれは入っておりません。入っておりませんですか。知ってるようでしたか、東電の勝松さん、清水さん、皆さんは。いい感じですけどね。あそこは分からないんです。そうですね、それはそうだと思いますが。ですから先ほど言いましたように、清水社長が言ってこられたということは、そうですね、普通であれば勝俣会長や何人かの幹部はですね、相談に預かってるはずです。そうです。で、多少前後のことを、これは私の直接の知見じゃありませんので、あまり申し上げませんでしたが、多少前後のことで言いますと、14日のある段階では、これは政府事故調の中間報告に書かれたことがもし正しいとすればですね、もう現場も打つ手がないので、何か何人かを逃げるためにバスを用意したというようなことも、政府の事故調の中間報告には
ありました。それを吉田所長がそこまで考えた時があったというふうに政府事故調の中間報告にはありました。しかし私の先ほど申し上げたことと重ね合わせて言うと、2号に水が入らない段階でもうこれ以上手がないと、このままいけば2号がそれこそメルトダウンないしは爆発するという危機感の中でそういう行動を取られたけれども、幸いにして水が入り出したということで、結果としてその車を使うことはなかったと政府事故調は中間報告は述べておられます。ですから一連の経緯を私なりに整理してみると、そういう事態が14日の夜の午後の遅い段階であって、そしてまだやれるという意識になられて、そこにもしかしたら東電の中での意思疎通がですね、若干時間的に前後があって、食い違いが出た一つの原因になったのかもしれませんが、そこは東電の中のことですので、私には分かりません。はい、ありがとうございました。それでは本当にですね、ちょっと読み上げなくてはならないことがあるので申し訳ありません。質疑も尽きないところですが、委員会終了の時間となりました。菅さん、本日は本当にありがとうございました。次回の委員会は明日5月29日、福島市において福島県知事の佐藤雄平さんに対する質疑を行う予定であります。それでは本日の委員会はこれにて散会といたします。皆さんどうもありがとうございました。メディアの方にご連絡をいたします。記者会見ですが、少し間が空いて恐縮ですが、17時30分からここの会場で行いますので、よろしくお願いいたします。記者会見は17時30分からになります。それではお時間になりましたので、これから記者会見を開催いたします。本日は大変多くのメディアの方にご参加されまして、会場の手配で大変ご迷惑をおかけしまして、お詫びを申し上げます。それではですね、ただいまより記者会見を始めますけれども、私は広報を担当しております森と申します。よろしくお願いします。まずはじめに本日の会議の議論の中ですね、特に菅前総理の招致を行いまして事情聴取をいたしました。その内容の全体の所見につきまして黒川委員長よりコメントをいただきまして、その後皆様方からのご質問をお受けします。よろしくお願いします。それでは委員長お願いします。はい、今日本当にご苦労様でした。今回第16回の委員会で明らかになったことを簡単にサマライズさせていただければと思います。細かい点についてはもし間違ってたらということもありますが、ビデオその他で見ていただければと思います。本日の参考人聴取では、事故当時原子力事故が時々刻々と進展している一方で、政府官邸においてどのような状態であったか、いくつかの重要な点が明らかになったと思います。今回の議論を通じて菅参考人との議論でありますが、非常時における政府行政の在り方について真剣に考えていかなければならないことが明らかになったと思います。例えば事故の発生前についてのコメントでしたが、原子力政策は国策として進められ、その意味で最大の責任は国にあるとの認識を示されました。さらに一般的に言えば、内閣総理大臣の権限について原子力事故において詳しい説明を聞いたことはなかったという話でございました。また総合防災訓練は本部長の権限をその時深く認識したのかということについては、そうとはちょっと違うなということでありまして、原子力その他でありますけれども、安全性についての備えが不十分であったということ、それから事故対応については精一杯対応したけれども、避難が長期化していること、また屋内の
退避期間が長くなっていること等について、不十分であったとの認識を示されました。また、事故の時のことにつきますと、その事故直後ですが、その事後の話については、まず緊急事態宣言について、理由があって引き延ばしたつもりはなかったということでありまして、対策室がそれぞれ立ち上がっておりましたので、この遅れによる支障はなかったという見解を示されました。また原発の視察をされたわけですが、これについては、保安院、安全委員会、それから東電のフェローなどから第一原発がどうなりそうか、どういう対策を取るべきかという話は特になかったので、発電所の責任者と会うことで状況の掌握ができると考えて行ったというご判断でした。また再臨界についていろいろありますが、淡水から海水に切り替えることによって再臨界が起こるということの認識をしていたわけではないということであります。むしろいろんな意味で官邸の意向という言葉で外にいろいろ発信される、あるいは電話その他があったわけですが、官邸にいた、例えば東電の人が言っていることの場合もあり、それが官邸の意向あるいは官邸からというように伝わってたんじゃないかということがあるのではないだろうかということをおっしゃっておりました。また海水についても私が止めたと、総理が止めたんだという批判されましたが、東電から官邸に派遣された方がですね、自分の判断で言ったことだろうと考えていると、そういうことが伝わったときに官邸の意向あるいは首相である菅総理の意向であるということとは違うと言っておられました。また全面撤退問題についていくつか出てきましたが、吉田所長とは電話で話したことは2回あるということで、12日の夕方から夜にかけて正確な時間を覚えておられませんとおっしゃってましたが、その時は細田補佐官と電話のつながっている時で、非常に厳しいと、だけど頑張りますという話だったという話でありますが、2度目は注水ができた、まだやれるということの電話会議という2回だったということでございます。これはちょっと間違ってるかもしれませんね。言ってるのはその1回目は細野補佐官と言って非常に厳しい状況だと、でさらにやれるかというとやることがある、まだ頑張れるという話だったという話だったと思います。その後15日の未明に経済産業大臣から連絡があり、東電の撤退という話で午前3時頃に起こされたとおっしゃっておりまして、それから清水社長が来た、それから東電に行ったという話になるわけであります。それから菅元総理としては撤退はとんでもないことだと感じておられて、東電に行ったわけですが、その前に清水社長が来られた時に撤退はありませんよと述べ、清水社長ははい分かりましたと述べましたと、ほっとしたがそれだけでは足りないと思い、統合本部を設置しようということで、東電に出かけたとおっしゃったことですが、今考えてみれば早いほどもっと早く統合本部を立ち上げればよかったなという感じだということをおっしゃってました。それから事故当時の政府あるいは官邸の対応についてですが、事故の時の司令塔機能については、地震津波という最大級の災害と、もう一つ福島原発事故というまたこれも最大級の事故が同時に起こり、同時に官邸地下の危機管理センターで、両方に対応することはなかなか難しいということで、減災法の想定した対応は全てがちょっと違ってるんじゃないかというふうに述べられました。で、その後でいろいろな質問がありまして、原発事故の現場で事故対応に努力された方々に対して、また避難いろいろなことでされた方々について、本当にその現場の頑張った方についての敬意と感謝を述べ、また避難しておられる方々には誠に申し訳ないとおっしゃったと思います。
そういう意味では、最後の方になりまして3月11日去年の大事件は、日本の病根を照らし出した問題だと認識しており、東電電池電を中心にした原子力村の組織的構造を解体することが原子力行政改革の第一歩であろうということを、演説されまして、外国人の専門家を入れることについては、入れることで、日本の原子力村社会を壊すきっかけになるのではないか、あるいは日本が今後目指すことは脱原発社会の実現であろうとの見解は示されたわけであります。そういう意味で国会事故調といたしましては、いつも申し上げているように、政府から独立して独自にさらに調査を行いといっても時間が限られておりますが、最終報告において事故の原因解明につなげられるような報告を6月に行うよう引き続き努力してまいりたいということだけで、本当に時間といろんなことがプレッシャーがありまして、それを皆さん頑張っていただいているというところであります。どうもこれ以上です。はい、それではただいまより、皆様方のご質問をお受けします。ご指名しますので、マイクが来ましたら所属とお名前をおっしゃっていただきましてご質問をお願いします。それでは真ん中の方どうぞ。週刊金曜日編集部の井田と申します。どうも連日の委員会お疲れ様です。一旦野村さんが言われてたですね、2号炉の損傷開始予想時刻を発表してないというのはですね、11日の2号炉の炉心の損傷開始予想時刻の発表にこだわられてましたけど、あれ当初の政府の報道発表資料には出てるんですね。だからそれを新聞テレビが伝えようと思ったら伝わったはずだと思います。ただ会見では確かに言及はされてないんですけれども、だからそういう意味でもフリーをぜひ入れていただきたいというのを要望しておいて質問に移りますけれども、本日の昨日の枝野さん、本日の菅さんも含めて原子力災害対策特別措置法、これが機能しないようなところがあったと。で委員長、個人的な今の実感でいいんですけれども、これは枠組み自体にもっと改善すべき、特措法自体の枠組み自体に改善すべきところがあるのか、それとももうちょっと別の首相、別の官房長官ならこの特措法の枠組みでももう少しましな事態になったのか、そこは今後の原子力規制の在り方とか事故対策ですね、起こった時の含めて今日の菅さんの話を聞いてですね、菅さんはとにかくこの枠組みが先ほど言われたように、想定した対応を超えていると、これじゃ対応できないんだと言われてましたけれども、委員長自体はどういうふうにお感じになられたか教えてください。これは何とも言えないところですが、この今までの委員会は、正式の委員会は全部公開してますし、その後の記者会見の中でちょろちょろと漏らしていると言ってはあれなんですけど、やっぱり適材適所になってないということが一つだと思いますね。その責任あるポストの人が責任あることで対応ができるのかという話と、もう一つは国全体としてそういうことが起こることをやっぱり仮定をしてないというか、心構えができてないんじゃないかということであります。それぞれの組織の長はそれだけの権限と何かあった時のやっぱりそれだけの責任がある、それのような行動が取れる人なのかということは繰り返ししてきたところだと思います。でさらにやっぱりそういうことを言えば、振り返ってみればですね、この間も質問で出ましたけど、例えば2004年のアチェの津波の後でその保安院の委員長がですね、実は言うと、半年経ってからだと思いますが、その津波といえばすぐ日本の原子炉とピンとくるんじゃないかと思ったけどよく覚えてないと言ったりですね、そういう、それから IAEA の勧告もあるわけですし、9/11の後もやはりそういう意味ではその対応がですね、知っててやろうとするのかしないのかという話のディシジョンと、それから What if というようなことをすぐに問い返すようなカルチャーがなかったんじゃないかというような話は思ってますけど、ですからいくら変えてもですね、そういう心構えと緊張感のある仕事がない限りなかなか難しいんじゃないかと思います。いや、それも何とも言えないですよね。結局適材適所、それによって機能的に対応できる枠組みというか組織を作ってくることが一番大事だと思いますけど。はい、それでは次の方いらっしゃいますか。では2番目の、はい、グレーっぽいシャツ、はい、スーツを着ていらっしゃる方。TBS テレビの朝ズバの奥平と申します。今日のですね、菅前総理の
皆様でですね、要は自己調査委員会の皆さんで検証してくださいと、こうした姿勢については委員長、印象としてどう感じましたでしょうか。検証してくださいですか。はい。それはこちらも全力でやっているところでございますので、成果を見ていただきたいということじゃないかと思います。いくつもう1点お願いします。民間や政府と異なる、要は比べまして、こちらの今回の自己調査委員会のここまでの経過については、どのように評価、もしくは手応え感じていますか。これも毎回言ってることですが、民間がやる、あるいは政府としては自分たちのそのピアリビューをしてもらうというのは当然のことだと思いますが、憲政史上初めての国会から委託された独立した調査とは一体何なのかということが、その憲政史上初というところも私は前々から言ってますけど、こんなことが初めてだということじゃ困るなと思ってまして、こういうプロセスをもっともっとですね、立法府の政策立案その他について行政をチェックするという意味があってですね、やってほしいというのは最初に私が国会で言った話であります。そういうつもりで、みんなでどういうことを出したらいいのかという話を考えています。ただここまで政府高官が出席してご自身の印象といいますか、手応え評価あると思うんですけれども、だからそれは見ていただくより仕方がなくて、だから国会から頼まれたということはどういう意味があるのかという話に答えるようにしたらどうしたらいいかということを考えているということです。はい、それではその右隣の前の方。はい。ありがとうございます。NHK の山崎です。ちょっと3つほど聞かせてください。ですか。1つ。そっか。いいね。わかりました。はい。いつも1つなんだけど。そうですね。すみません。じゃあちょっと1つにします。情報をしっかり扱わなかったというのは、この一連の政治、情報を集めて、情報をちゃんと判断するというのができなくて、で、もう言ってみれば彼らがマネジメントできなかったというのは、連日のヒアリングで非常に国民の前に明確になったなというふうに思うんですが、例えば官邸の地下でですね、携帯電話が通じなかったりとか、有線が借りられているとか、そのハード面についても、じゃあ日本の中枢がちゃんと複合災害、大災害、テロも含めてですけど、対応できるハードになっているのかっていうと、これは多分なってないんじゃないかというふうに取材で思うんですが、その辺は自己調の今、先生らの最終的な最終報告にハード面についての言及されるお気持ちはあるのか、視点はあるのかというところを教えてください。はい。これもですね、そういう設計がなかったという話は、今度のようなことが起こってみると、やっぱり頭の中で考えていることと心構えがあることとは全然やっぱりその設計するときにプライオリティが違うんじゃないかと思いますけど、それは何回か言ったことであります。それでは、はい、左端の方。月刊誌のファクターの宮島ですが、今日は20人近い衆参両院議員が来られてて、報告書を出す相手である、平田参議院議長も来ておられたと思うんですが、やはりもう時間との戦いで、この法律自体は1年間の時限ですから、衆参両院の議長が合意して、その両院の合同会議ですが、それかければ、その6月中でなくともですね、もう少し時間を取って、今日やられたような両首脳のその証言の検証、あるいは危機管理センター、あるいは清水社長やですね、吉田所長の検証というんですかね、完成度の高いものをするためには、やはりもう少し時間が必要だというのは、もう我々マスコミみんな思うし、みんな応援すると思うんですけど、それはやはり委員の先生方でそういう声を出すタイミングに来ていると思うんですが、いかがでしょう。さっき最後あと1ヶ月のラストランでできるとおっしゃいましたけど、実際難しいんじゃないでしょうか。はい、それは毎回おっしゃる通りでですね、こういうことがそれじゃあと1ヶ月あればもっと良くなるのか、2ヶ月あればってなるとキリがなくなることも一つだし、だけどやっぱりこういうことをその憲政史上初という話をどうやってその国会議員の、国民の代表の国会というところでそのようなサジェスションを例えばしていただくためにはですね、それだけの民意が上がってこなくてはいけないんじゃないかなと私は思っていますので、ぜひそれはお願いしたいというのは私どもの気持ちです。しかしマンデートとして言われた中でやらざるを得ないんじゃないかというのは、そのある程度どっかで切りつけなくちゃいけないなというのが現在の心境です。はい、それでは向かって左端の方。
日経新聞の飯塚と申します。委員長、先ほど、今の質問とも関連するんですが、時間がないと、時間との戦いということですが、今日山場の菅総理の聴取を終えまして、今後、国会議員の聴取というのは、検討されているんでしょうか、今回が最後とお考えでしょうか、また教えていただければ幸いなんですが、非公開も含めて、これまで国会議員には聴取は何名やられたのか、教えていただければと思います。それは今すぐに返事はできません。それからできるだけ残りの少ない時間でどういうふうに重点的に、一方で書くことがありますので、非常に苦労しているところです。今のところみんなで考えてますけど、ノーコメントです、内容については。はい、4列目の真ん中の、半袖シャツの方です。すみません、東京新聞の宮尾ですけれども、清水社長の招致について、現時点の予定をお聞かせいただきたいのと、あと昨日質問したNHK さんの会見メモの件、野村さんに聞いていただけましたでしょうか。今の最初のお答えには、こちらも粛々とやってるということで待っていただければと思います。待ってるっていうのはするということではないですけど、今やってることを待っていただければ。昨日の話ですけども、メルトダウンですよね、養親猶予。これについては私が言ったのは他の野村委員だったと思いますが、3月12日皆さんもご存知だと思いますけど、中村審議官が言った後の話でいろんなことがありましたよね。でその端々に3月あるいは4月の間にも東電からもそういうようなことをニュアンスを出すような話は出てますよね。で結局政府の公式見解としてどこまで認めたかっていうのは分かりませんけど、少なくとも IAEA に出した保安院の報告書っていうことが一つの政府の見解だと思いますけれども、非公式あるいはいろんなところでその養親猶予は十分可能性があるとかですね、1235とも燃料棒の溶融が起きている可能性は高いとかですね、これもまだ3月ですけどいろんなコメントが出てますよね。だからそういう認識が5月になるまで出てなかったようにみんなが思ってるのは、やはりそういうところをどれだけメディアがカバーするかとかいろんなことによって民意は変わってくるんじゃないかなというのが昨日の私のコメントだったと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあ真ん中の、男性の方です。はい、一番前の方です。フリーの藤田です。昨日の枝野さんと今日の菅さんといろいろ話を聞いていて、でお二人に共通するのは2人ともベストを尽くしたと。で昨日の枝野さんは3.11 にまた戻ったとしてもほとんど同じことになるかもしれないというようなお話だったんですが、ただ具体的にどういう言葉でどういう指示を出されたのかというのがよくわからない。でこれは実は首相官邸にそういったシステムがあれば、つまり録音あるいは録画するようなシステムがあれば十分に検証できた話だと思うんですけれども、これは先ほど NHK の方言われたようにそういうハード的なことについても委員会としては例えばリコメンドするとか、そこがなかったから検証できないとかっていうような形ではっきり指摘されるおつもりがあるのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。それがやはりこの委員会の在り方の一つの知恵の出し方だと思いまして、最初から委員会という形は原則として公開って言ってるので、できるだけ私どもは公開してますけど、それだけじゃないヒアリングとか調査をしていますので、それについては報告書を見ていただいてという話になるんですけど、少なくともやっぱりこういう公開の場でああいう大事な人たちをその時その時どういう方をどういう理由で呼んだのかっていうのはいずれ書きますけど、全部やってるわけではないので、そういうこちらのその考え方がみんなに評価していただければいいかなと。もちろん厳しいことはたくさんあると思いますけども、これ自身を公開にして、しかもウェブでいつでも見れるようにして、しかも5回目からだと思いますが全部英語の動詞も入れて、世界でも見てもらうという話にしてるのは、ある意味ではこういうことが本当の在り方じゃないかなと思いますので、さっきの NRC の電話もそうですけど、ああいうことはもう自動的に入ってるっていうようなことをすることこそですね、しかも前回のあれですけど議事録も取ってないなんて言うけど、少なくともメモを集めてですね、全部ファイリングしとくぐらいのことをしないっていうのは常識に欠けるなと私は思いますけどね。そういうことはやはり国民がみんながサポートしないと、やはり政治も役所も動かないんじゃないかなと私は思ってるので、こういう英語で動詞入れるような話でもですね、こんなことは当然やってもらいたいなと思いますけど。はい、前列の左の方。かつてジャーナリストの上杉です。ちょっと質問の前に要望なんですが、今日の委員会が始まる前に、ぜひ委員会の方で調査していただきたいのが、読売新聞の八角さんという記者が7名同姓同名が入って席を
前方の席7つ取っておりました名刺があって、先ほどの質問された日系の飯塚さんも少なくとも同姓同名が4人ぐらいいらっしゃったんですが、こんなに同姓同名の方を入れて同じ名刺で席を取ることが許されているのかどうか、ぜひ委員会で調査をお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、貴重なご意見。はい、質問です。質問はですね、ちょっとやっといてよね。どうしてそんなことが起こるんですかね。7人ぐらいちょっといるんで、確率から言うとあまりないと思うんで、ちょっとぜひ調査を。質問なんですが、菅元総理、今日の参考人と枝野昨日のですね、参考人ともにおっしゃったことなんですが、国民に伝わらなかった大きな理由の一つとして、内閣広報官がいなかったというふうにおっしゃってましたが、実際は菅総理の就任後ですね、下村健一さんが広報担当の補佐官として入っていらっしゃったと記憶しているんですが、その下村さんに対する昨日と同じ質問ですが、参考人の招致もしくはヒアリングというのを行う予定というのはあるんでしょうか。それはこの参考人という形ではする予定は多分なかったんだと思いますけど、聞いてます。それでは、向こうから5列目の方、隣の方です。朝日新聞の大鹿といいますが、6月にも報告書をまとめられるということなんですが、この5回ぐらいヒアリングを傍聴してますけれどもですね、ずっと見てるとすでに知られていることの事実のですね確認のような質問が多くてですね、過去の政府事故調中間報告やさまざまなレポートのですね内容をちょっと上回るようなですね新しい事実の発掘とか、その詳細を分析したその詳細を明らかにするようなですね内容にちょっとなってないんじゃないかなと思うんです。で、枝野さんや海江田さんや菅さんに対する質問も、ヘリコプターでの視察とか、撤退問題であるとかですね、海水中水問題とかも散々言われ続けてきたことをまた重ねて質問するようなことが多くてですね、この間明らかになってない東電本店における意思形成プロセスの過程とかですね、官邸をサポートするはずの保安院とか原子力安全委員会、経産省のですね初動時のプロセスはどうだったのかということは全然わからないということだと、6月に報告書をまとめてもですね、すでに先行するさまざまなレポートの追っかけというかですね、そういうものになってしまうんじゃないか、そういう危惧を感じるんですが、いかがでしょうか。大鹿さんの本も見てますけども、私どもはもちろん議論はしてるんですけどね、そうすると例えば政治家とかいろんなヒアリングしてそれに基づいて書いてるのが多いですよね。政府の事故調もそうですし、いわゆる民間という船橋さんのもそうですが、それはそういう証拠はあるんですかということを私たちはだから繰り返してるっていうのは、ここに言っていただいたことが皆さんから見てあれは本当なのか違うのかという話を判断していただける材料になるんじゃないかと思います。私個人としては大鹿さんの本なんかもいろんな人のヒアリングだからもちろん大変信用してますけど、そういうところが私も非常にファジーなところがあるので、委員の人たちもですねいろんな調査をしたところがどこまでがエビデンスとしてあるのかということをかなり気にしているので、そういう視点でやっているということも一つの私たちの考え方の一部にあるということでありますので、ご批判はもう十分受けます。その通りだと思います。ありがとうございます。外国プレスの方もいらっしゃいますけども、どなたかご質問はありますか。ございませんか。もう一つ大鹿さんが来ない頃に聞かれたんです、外国人の人に。これは宣誓をしてやってるんですかって聞かれましたよ。なんておっしゃいますか。そしたらでは外国日本では宣誓なんていうことがあるのかなと思ってましたけど、そういう返事をしましたけど。はい、よろしくお願いします。英語でもいいですか。エレン・チェルリック、トムソン・ロイターズが参りましたチェルドリックと申します。英語で質問を聞かせていただきたいと思うんですが、コメントはされないとおっしゃっていらっしゃいますけれど、清水氏に、その証言をしていただくということに関しては、清水氏は大変重要なプレイヤーであった方でありますので、この災害においてはなぜ清水氏に、ここでお話をしていただくということに関してですね、何とかされないご予定なのでしょうか。かどうか私は今わからないよということを言ったばかしですが、それも議論してないわけではないということが今の返事です。はい、では一番前の女性の方どうぞ。
今の関連で先ほど昨日もお尋ねしたと思うんですけれども、朝日の朝日新聞の森です。すいません。清水社長の招致に関してまず要請は少なくともしているということでよろしいのかということと、もしじゃあどうぞすいません。今言った通りでノーコメントということで、もしですね、では断られている場合、もしくは断られた場合なんですけれども、国政調査権を使って、国政調査権を使って、議運に諮って、国会の方で招致してもらうということも報告書をまとめる前に当然考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。国政調査権がどのぐらい付与されているかという話については法律よく読んでくださいね。私どものそれなりのしきたりがあるので、そのプロセスを通らなくちゃいけないということになると思います。検討はされていらっしゃる、検討はされていらっしゃる、すべては検討中だという。それではニコ動の方どうぞ。ようやく当てていただきましてありがとうございます。ニコニコ動画の7です。よろしくお願いします。ユーザーからですね、見ている方からこれまでになくですね、たくさんのその疑問というかメールをたくさんいただきまして、例えばその一例で言いますとですね、菅内閣はその 3.11 前にですね、スピーディーの存在を知らなかったはずがないと。例えばその菅前首相は原子力災害の避難訓練に出席されていたことがあったので、スピーディーを知らないっていうのはどうかなどたくさんの疑問が寄せられたんですね。でそこで質問の疑問がたくさんあったの今日。スピーディーの話がたくさんあった。いや、それ以外にもたくさんあったんですね。種類がたくさんあったんです。それは菅総理だったからじゃない。はい、それでですね、昨日のその枝野大臣の記憶にないというご発言、昨日多かったと思うんですが、今日はですね、比較的菅前総理が明快に答えられていただけに、一方でですね、ちょっと苦言なんですが、未消化だった部分もあるように思うんですが、そういう思ったユーザーが多いということなんですけども、菅さんへのヒアリングはですね、本日で終了なのか、あるいはその未消化の部分はどう補完していくのか教えていただきたいと思います。いや、それも何ともコメントできないですね。何でもそうですけど、すればするほど疑問が起きてくるっていうのは常にあるわけで、そこでどこまでで止めるかっていう話もあるので、なかなか難しいと思います。そうです。そうしますと、その委員会としては菅総理の前総理へのヒアリングはある程度満足というかですね、納得されてるっていうそういう理解でよろしいですか。いや、そんなことじゃないと思います。そうですか。補完していく可能性はあるってことですね。様々。全ての可能性は残されていると思いますけど。そろそろお時間となりましたので、ちょっとたくさん手は上がってますけども、あと2問だけにさせていただきましてよろしいでしょうか。じゃあニコ動さんの隣の方お願いします。フリーの木野と申しますけれども、よろしくお願いします。学校の再開問題の話が今日出ていましたけれども、学校の再開の関係で、その中で小迫産業の話とですね、小迫産業話と出ていなかったんですが、小迫さん含めて、元産業の方々の招致というのは今後どういったような形になるのでしょうかというのと、それと絡んでるんですが、招致する場合時間がないのは重々承知しておるんですけれども、先ほども話が質問の中で出ていましたが、時限立法は1年ということで、6月というのもおおむねという表記だけであってマストではないと思うんですけれども、これに関して委員の方から、先ほど民意という話がありましたが、委員の側から提案というのは考えられないでしょうかと、今どういう形になっているのかお聞かせいただければと思うんですが。それは何とも言えませんですけど、産業の人もたくさんいますから、それはそれなりにみんなヒアリングしてます。だから報告書を見ていただきたいと思いますが、私ども苦労しているのは前から言ってるように、この報告書というものは一体どういう意味があるのかね、このプロセス自身にそれをもっと国民にしてもらいたいなとなれば、やはりこういうプロセスがもうちょっといろんな問題について採用されればいいんじゃないかなと思いますけど。昨日当てられなかった方どうぞ。旗の日曜版の三浦と申します。一通り官邸の主要な政治家、官邸にいた主要な政治家のヒアリングが終わったということだと思うんですけれども、特に今日の菅さんはですね、反省も含めてなんでしょうが、シビアアクシデントに今でも対応できる組織がないと、裏返して言うとそういうふうにおっしゃったと思います。そこでちょっと改めてですねお伺いしたいんですが、現状での再稼働について委員長としては賛成しているか反対しているか、どのようにお考えでしょうか。
いや、それもなんかコメントできないですよね。ここは少なくともオープンな場所でやってるところからそちらがどういうふうに判断するかというのがメディアのやっぱりそれぞれの役割じゃないかなと思っているのを申し上げているところだと思うのなんですけど。スタンスははっきりしてるんですけど、言えないというのはあるんでしょうか。要するに事故がまだ皆さんの認識としても、県政のねこう重要な場で調査の最中に再稼働するということ自体も問われてますし、で実際ではここまで来られての感想としてはどうなのかというふうに改めて思うんですが。ですからそういうこともあるんだけど、これが国会で言われた時の私どものそのマンデートに必ずしも入ってるわけではないので、どういう人にどういうタイミングでお呼びして話をできるだけ皆さんのところで聞きたいなと言ってるのが、一つのプロセスで僕らも考えているところです。ありがとうございます。最後にすみません、もう一方で終了とします。一番左端の方、2番目の方ですね。よろしくお願いします。すみません、朝日新聞の尾形と申します。先ほどの質問とも重なるんですけれども、その清水元社長のですね招致についてなんですが、今回菅総理の元総理の招致も終わってですね、そうすると最も政府側の重要なプレーヤーの招致を終わった話は聞けたわけで、もう片方でですね東電を代表していた人の話はないと。でこれについてはコメントされないということでしたけれども、ただ清水前社長のですね招致がなくてもこの報告書は成り立つのか、ここはこの事故調査委員会の根幹を問われる部分だと思いますが、そこの重要性をどう考えていらっしゃるのか、また参考人招致ができない場合にはその強制力を使うお考えがあるか、その強制力については今日の委員会の中でも東電に菅さんが言った時にですね話した内容を東電が出さないことについて不自然だとかいろいろおっしゃってましたけれども、この委員会には強制権があるはずで、その第三者的にその不自然だとかいうのではなくて、単に強制権を使おうとすれば調べられることについても若干その躊躇があるようにも見えるんですけれども、その点の見解を聞かせていただけないでしょうか。それはですね、前から言ってるように今私のジャッジメントをするようなコメントはできないということが一つと、それからもう一つはこの間もその強制権というほどではないんですけど、その12条についてこういうことをしましたよという話は出てると思いますけど、それから見ていただけるといいんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございました。大変残念でございますけれどもお時間となりましたので、以上で今日の会見は終了とさせていただきます。本日は長時間ありがとうございました。明日は福島の方で行いますので、ぜひお越しくださいませ。ありがとうございます。